皆さん、こんにちは。コッパです。コメントでファミコンの画面がスクロールして困っている方がいました。注意しないといけないことがあるので動画で補足します。このような症状でしょうか。ファミコンを RF で出力した時に割とよくある画面ずれですね。手持ちにこの症状のファミコンがなかったのでわざと同期をずらしています。うっかりミスがないようにファミコンの背面のスイッチをチェックしてください。ここがゲーム側。チャンネルの位置下にここがテレビのチャンネルと合っているか確認してください。大丈夫ですね。この現象はファミコンの RF モジュレーターの劣化で同期信号がずれると発生することが多いようです。軽度の同期ずれでとりあえずゲームがしたい時にはテレビの調整でなんとかなることがあります。テレビによってやり方は違いますが、アンテナ設定の中を探せばチャンネルを個別に設定する項目が見つかります。昔のブラウン管のテレビではチャンネルごとに調整用のつまみがついてましたね。ありましたね。少しずらしてみます。同期が取れましたね。テレビ側の同期がずれているだけならばこれでいいですね。でも安いテレビだとこの設定ができないものもあります。 RF モジュレーターに問題がある場合は修理をしたわけではないので一時しのぎの調整になります。同期が狂ってきていることを考えると RF モジュレーターの劣化は始まっているので、またすぐ画面が映らなくなりそうです。壊れた実機がないので説明だけになります。これは後期型の基板ですが前期型でも場所は同じです。金属の蓋を外した小さな基板のこの辺りに RF モジュレーターがあります。ここにいかにもな感じで画像調整用のつまみがありますが、これトラップです。いじらない方がいいです。部品が壊れた状態で調整してもまたすぐに狂います。それに正常な状態の精密調整は簡単には出ません。 RF モジュレーターの中で劣化しそうな部品はコンデンサぐらいですので、そんな面倒な調整を繰り返すならこのコンデンサを交換する方がはるかに楽です。コンデンサの液漏れをチェックして C1 と C2 の2つを調べましょう。こちら側にあるのは電源部分のコンデンサですが、ここが劣化すると様々な現象が起きるので可能性はありますが外すのも大変なので優先順位としては後でいいんじゃないでしょうか。 RF モジュレーター周りのコンデンサ2つだけならピンセットがあれば交換できます。今回この基板は故障していないのでやりませんが、フルメンテナンスするときにでも交換してみます。他の原因箇所としては RF スイッチですが可能性はありますが、確かセラミックコンデンサが入っていただけなのでチェックする優先順位は低くなります。あと AC アダプターも中に電解コンデンサがあります。容量が大きいので劣化しにくいですが可能性は残ります。 RF モジュレーターがコンデンサの液漏れなどで基板ごとダメになったら、いっそのこと前回アップした動画のように AV 化してしまうのもいいですね。 AV 化は RF モジュレーターに行く前の信号を取り出すので、モジュレーターが壊れていても映像と音声を正常に出力することができます。一般的に AV 化と言われていますが、何かを変換してるわけではなく、元ある RF 化の機能を飛ばしているだけなんですよね。最後までご視聴ありがとうございました。もし気に入っていただけたならチャンネル登録お願いします。またね。